捨てる暮らしから増やさない暮らしへ。こんばんは。不動産 OL で整理収納アドバイザーのあきです。今日は物を増やさないために始めたこと5つと物を増やさないためにやめたことを3つ紹介します。年末や引っ越しであんなに物を捨てたのになぜかまた部屋が物で溢れ返ってるという経験はありませんか？私はこのリバウンドを何回も繰り返してきました。断捨離をするたびに物の多さにうんざりして来年は絶対に物を増やさないようにしようと思いつつも気づいたらまた増えていました。そんな暮らしから脱却したくて整理収納アドバイザーの資格を取得したりたくさんの片付け本も読み学んだ知識で今年物を増やさないために5つのことを始めました。物を捨てることから増やさない暮らしへシフトしていきたいなと考えている方の参考になったら嬉しいです。まず1つ目が家計簿アプリです。物が家に入ってこないように消費を抑えることが大事と考え家計簿アプリを始めました。不要品をたくさん捨てても家の中に物が入ってきたら部屋は一向にきれいになりません。きっと多くの方の物が増える最大の理由は買い物です。ちょっとコンビニでお茶、ついでに新商品のお菓子、うっかり化粧品といった具合に何気ない買い物で随分と物が増えていることに気づきました。家計簿アプリは幾度となく挫折してきたのですが、その理由が毎日ちょこちょこ買い物をしていて入力が面倒になることが多かったからです。そのためまずはお買い物の頻度を落としました。またクレカ決済したものや通販で購入したもののデータが遅れてくるのが煩わしく続かなかったのですが、今は全部手入力に切り替えて買った日に入力するようにしてから簡単明瞭になり続けられるようになりました。アプリは毎日家計簿を使っています。私は消費を抑えたいだけなのでポイントや資産は連携されなくてよくてシンプルな家計簿アプリを探していたところたどり着きました。カテゴリーごとに予算が設定できるのが気に入っています。今のところ家計簿アプリの効果はてきめんで今月は元旦にノーマネーデーを達成できたことからせっかくだから今週もノーマネーデーを作ろうとかゲーム感覚でお買い物をしない日を作れていて物が増えるのを抑えることができています。物が増えないために始めたこと2つ目、消耗品は期間限定ポイントで買うことです。気づいたら結構な量を買いがちな日用品、記憶に残らない消費はなるべく抑えたいと思い日用品、消耗品は期間限定ポイントで買うことにしました。なぜ期間限定ポイントかというと私の場合ポイントの有効期限に追われ余計な買い物をしがちだったからです。またポイントが足りないときは他のもので代用できないか考えるようになり物が家に入ってくるのを抑えられている気がします。日用品は今すぐなきゃ困るというものがほぼないことに気づきました。日用品だけでなくちょっと小腹を満たしたくて買うお菓子、コンビニのコーヒー、適当に買うランチ、これら記憶に残らないものはなるべくポイントで賄い労働と引き換えに得た自分のお金は自分の身になる本を読んだり欲しいジュエリーを購入したりと記憶に残るものに使いたいなと思いました。このように考えるようになったのは自由であり続けるために20代で捨てるべき50のことという本を読んで消耗品や日用品の消費を改めました。20代でなくてもおすすめの本です。物が増えないために始めたこと3つ目、食事管理アプリのアスケンです。なんとなく体や美容に良さそうだからという理由で摂取している大量サプリメントをやめたくて食事管理アプリアスケンを始めました。不足している栄養素を把握し本当に必要なサプリメントだけを今後は購入したいと思っています。今のところ全体的に不足が多くまずは食生活の改善から始めているところです。物が増えないように始めたこと4つ目、洋服年間12着チャレンジです。洋服の買いすぎ防止のため昨年に続き年間12着チャレンジを続行することにしました。私のルールは下着、インナーは含めない、運動着、パジャマ、仕事着も含め12着で収めるです。実は昨年は洋服だけで28着購入していました。
少ない洋服で回すため着回しが効く洋服に総入れ替えしたため12着では収まらなかったです。少ない服で過ごそうと思うと初年度は買い替えが必要でめちゃめちゃお金がかかりますね。ただほぼ買い替えが完了したので今年はあまり洋服を買わなくて大丈夫そうと思っています。洋服数はジャスクロというアプリで管理しています。物が増えないように始めたこと、最後5つ目がウィッシュリスト作りです。ちょっとだけ欲しいものをうっかり買わないように本当に欲しいものをリスト化しました。本当に欲しいものが明確になるとちょっと欲しいもののほとんどが我慢できる気がします。昨今は価格高騰が著しいので本当に欲しいものは一日でも早くゲットできるように脇目も振らず一直線に進んでいきたいと思っています。次に物を増やさないためにやめたことを3つ紹介します。1つ目がせっかく買いをやめました。せっかく旅行に来たんだから、せっかくアウトレットに来たんだからと理由をつけて本当に欲しいものではないもの、必要でないものを買うのをやめました。おかげで家に帰ってなんでこんなもの買っちゃったんだと落ち込むことがなくなりました。旅行で自分へのお土産を買うときはなるべく物ではなく食べ物などなくなるものを買うようにしています。物を増やさないためにやめたこと、2つ目が目的のない買い物に行くのをやめました。購買意欲旺盛の私は時間があるとショッピングモールに出かけることが多く洋服や雑貨をうっかり買っていました。今年は資格勉強に YouTube 編集や読書など自分にノルマを課して暇な時間をあまり作らないようにしています。今まではお金が減る一方だったのですが YouTube 投稿や資格取得は収入アップにつながるので物も増えず収入もアップして一石二鳥です。物を増やさないためにやめたこと、3つ目が SNS を見すぎることです。SNS を見すぎると物欲がかきたてられるので見すぎることをやめました。その方法はスマホを2台持ちにしました。スマホを新調する際に古い方を下取りに出さずそのスマホに SNS アプリを入れて家に置きっぱなしにしています。持ち歩き用のスマホには SNS アプリを入れるのをやめました。今 SNS を見るのは朝と晩だけ。移動時間などちょっとした隙間時間に見なくなっただけでもだいぶ物欲が落ち着きました。朝晩しか SNS 見ないと全てが追えないのでほどほどに付き合えるようになり心も穏やかになりました。以上が物を増やさないためにやめたことでした。最後まとめです。物を増やさないために始めたこと5つ。1つ目が家計簿アプリです。物が家に入ってくる最大の原因は買い物です。買い物を抑えるために家計簿アプリを始めました。2つ目が消耗品は期間限定ポイントで買うことです。期間限定ポイントの有効期限に追われ無駄なものを買わないようにします。記憶に残らない消費はなるべくポイントで賄い自分のお金は記憶に残ること、物を購入します。3つ目、食事管理アプリアスケンを始めました。なんとなく体や美容に良さそうだからという理由で購入しているサプリメントをやめるべく本当に不足している栄養素を把握するために始めました。4つ目、年間12着チャレンジ。洋服買いすぎ防止のため1年間で買っている洋服数の上限を設けました。5つ目、ウィッシュリスト作りです。本当に欲しいものを可視化してちょっとだけ欲しいものによそ見しないようにしています。物を増やさないためにやめたこと3つ。1つ目がせっかく買いをやめました。旅行やお出かけした時にせっかくだからと何かを買うのをやめました。どうしても買いたい時は食べ物など残らないものにします。2つ目、目的のない買い物をやめました。暇つぶしにショッピングモールに行くのをやめました。暇にならないように資格勉強や YouTube 編集など没頭できることに打ち込んでいます。3つ目が SNS を見すぎるのをやめました。物欲がかきたてられる SNS は見すぎないようにしています。持ち歩き用のスマホに SNS アプリを入れるのをやめました。以上が物を捨てる暮らしから増やさない暮らしへシフトするために始めたこと5つとやめたこと3つでした。いかがでしたでしょうか。まだ始めたばかりでどれが効果あるかわからないのですが今年は物が増えないように努力したいと思っています。
参考になったよって方はグッドボタン、おすすめのアイデアがあったらコメントで教えてもらえたら嬉しいです。このチャンネルでは片付けを中心としたファッションや美容などライフスタイルについて発信しています。物を減らしたいなと考えている方はチャンネル登録お願いします。最近インスタグラムも始めました。X もしていますのでフォローしていただけたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。